してタイムトライアルでトップタイムをマークしていましたトリプル A モータースポーツの遠藤新も4番グリッドからということで、上位陣は力のある選手がかけているということになりますね。それでは後半に先立ちまして、マイクロマックスクラス決勝ヒートスターティンググリッドをご紹介いたします。レースポジションはゼッケン44番のMITSUSADA PWG レーシング酒井龍太郎。セカンドグリッドはゼッケン17番チームエマティ中井春人。3番グリッドは33番秋ヶ瀬カートクラブ松井沙羅。4番グリッドはゼッケン13番のトリプル A モータースポーツ遠藤新。隊列は最終コーナーへと向かってまいります。すでにレインテストではもう一周の合図が出されています。5番グリッドではゼッケン7番の MV ラジ藤原和樹。6番グリッドはゼッケン16番 HRS ジャパン塩田総一郎。7番グリッドはキッズのチャンピオンでありましたサーティーズレーシング徳岡大河。8番グリッドはレインボーのキッズのチャンピオン88番エドマリンレーシングチームの坂野大元。9番グリッドはゼッケン10番 KP ファブ吉田次元。10番グリッドが15番アッシュ宗浦良樹。11番グリッドの最後尾からは予選 DNS となってしまいましてスタートを切ることができませんでした中井春人となっています。宗浦良樹も予選のチェッカー順は異なったわけなんですが、ローリング中の隊列違反のために10番グリッドからのスタートということになってしまいました。さあ、ここからの追い上げです。さあ、隊列最終コーナーに戻ってまいりました。決勝ヒートスタート切られません。ノーシューとなります。スタート切ることができません。ポールの44番の酒井龍太郎。そのお隣にはチームエマティ中井春人。マイクロクラスの決勝ヒートは14周です。酒井龍太郎今回初のポールです。初めてのポール酒井龍太郎好スタートを決めたいのですが、8コーナーではこの酒井龍太郎に対しまして警告旗白黒旗が出されています。隊列を引っ張っていくその義務が課されているフロントロー。酒井龍太郎、今度こそ決勝スタートを切ることができるでしょうか。マイクロマックスクラス決勝ヒート決勝今スタート。クリアスタートしていきました。マイクロクラス1コーナーはフィニッシュに出てまいりました。トップは酒井がキープ、2番手にピタリとつけていますのがエマティの中井春人でしょうか。3コーナーから立ち上がってまいります。酒井の後ろにはコスミックのカラーリングですね。これは秋ヶ瀬カートクラブの松井沙羅です。そして3番手には遠藤新。4番手にドロップをしてしまいましたのが中井春人となっています。2番手には松井沙羅、3番手遠藤、4番手には中井春人、5番手には藤原和樹、その後ろに徳岡大が少し間隔を空けまして赤いマシーンに乗ります吉田次元です。吉田次元が上がってまいりました。その吉田次元のインサイド最終コーナーを伺っていますのが宗浦良樹。オーバーテイクまでには至りません。その後ろには塩田、少し離れてちょっと体調を崩しております坂野大元となっています。トップ2の争い、酒井龍太郎の後ろには2人とつけています松井沙羅。トップ2というよりもトップ争いが5倍というようになりました。オープニングラップを制しましたが酒井、そして3番手4番手が入れ替わる。3番手にポジションを戻しましたがトップ争いが繰り広げられましてトップが変わります。松井沙羅が動いてまいりました。その前に4コーナーたちに上がってまいりましたのが中井春人です。8コーナーから立ち上がってくるトップは松井に変わりました。そして最終コーナーインサイド中井春人が飛び込んだ。酒井龍太郎は2つストラップしてしまった模様。1コーナーまだまだ横並びの状態で遠藤新と酒井龍太郎が横並びに1コーナーから2コーナーへと立ち上がります。遠藤新が前に出てきました。3番手です。しかし酒井龍太郎3コーナーで飛び込んだ。酒井龍太郎は3番手に浮上することができるかどうか。クロスラインで遠藤新は4コーナーでもう1人が入りきるところまではきません。酒井龍太郎は3番手、4番手争いなんですが、その後ろが動き始めました。
遠藤新の後ろ、10.15 番ですから、これ順位上げてきましたよね。中井優太が順位を上げてまいりました。最後尾からスタートをしなければならなくなります。予選は12位となりました。最終コーナーでも中井優太がポジションを上げまして、酒井龍太郎のあたりに順位を上げてきています。4番手まで上がってまいりました。中井優太11番ゲットからスタートしていきました。中井優太、すでに複数台でオーバーテイクをしていきまして、オーバーテイクショーが繰り広げられていますのは、ゼッケン中井優太となっています。そして今、プッシングのボードがゼッケン13番の遠藤新に対しまして出されました。遠藤新に対しまして、プッシングのボードが出されました。そしてトップ争いなんですが、トップ争いは中井遥人対松井空の戦い。現在トップは中井遥人に代わり、松井空は現在2番手。少し間隔を空けまして、3番手以降の集団が今、ホームストリートに戻ります。この集団を率いますのは、最後尾からスタートしていきました中井優斗。弟が最後尾からスタートしていきまして、現在上がってまいりました。予選は走り切ることができ、スタートをすることができなかった中井優斗ですが、そのインサイドでいましたのは遠藤新。4番手の位置から遠藤新が3コーナーで入り、そしてクロスを取って4でまた戻していきます中井優斗です。3番手争い、5コーナー、イン側を取っていきます。酒井龍太郎が入りたいんですけれども、遠藤新はポジションを戻し4番手。3番手、4番手のあたり、8コーナーからインに飛び込みたいが最終コーナー、ブレーキングでパンクで違う。アウトに立ち上がってくるのは遠藤新。中井優斗も踏ん張りました。中井優斗は3番手をキープ、4番手遠藤新。酒井龍太郎はその後ろというような状況です。3番手以降、1、2、3、4、5、6台が集団となっています。そして3コーナーでも3番手に動きかけている中井優斗です。中井優斗と遠藤新の戦い。中井優斗飛び込み、遠藤新は4コーナーこっちでクロスを取る。そして5コーナー遠藤新、ついていきたい酒井龍太郎。遠藤新はオーバーテイク成功か。そして8コーナー、今度はインサイド。酒井と遠藤新とそのあたりも若干のヒットもあったようにも見受けられましたけれども、大きなトラブルには見舞えておりません。トップ2の争いはまだまだこれからといったところでしょうか。タイムは前に行く中井遥人の方が46秒1、それに対して松井が46秒3ですから、前の方が早いんですけれども、そのトップ2のキャップはコンマ2秒です。3番手集団を率いますのは中井優斗。その後ろの遠藤新といったところだったんですけれども、この状況で遠藤新が前ですね。遠藤新、中井優斗というところ、その後ろ、箕浦良樹が8コーナー飛び込んでくる。箕浦良樹がですね、後方からのスタートを余儀なくされてしまったんですけれども、現在5番手まで上がってまいりました。酒井龍太郎を捉えまして、箕浦良樹が5番手まで上がってきます。7周終了8周目になりました。決勝はマイクロクラス14周で行われますので、後半戦に入ってきたということになります。中井遥人、松井空の戦い、トップ2のバトル、3番手争いもこの後どう展開してくるのでしょうか。遠藤新が今シーズン APG 初の表彰台を獲得ということになるんでしょうか。優勝シリーズでは上位、そして表彰台を獲得している遠藤新。その後ろからは中井優斗が来ている。3番手争い、1コーナーから2コーナーへと、3番手がテールトゥーノーズ、前にいるのが9勝の遠藤、そのインサイド3コーナー飛び込んだのはチームイナティの中井優斗です。3番手に浮上、中井優斗が3番手に浮上し、その後ろに遠藤新、箕浦良樹が来ています。箕浦良樹の前が動いて、遠藤新5コーナーインに飛び込む。ドッグファイトが繰り広げられている。3番手争いの三つどもえ、その後ろは6番手争いの3台です。6番手争いの3台から4台に変わっています。6番手争いをできて44番の総理の酒井龍太郎、その後ろの酒井龍太郎の後ろが
藤原和樹であり、塩田総一郎、徳岡大河も含まれています。3番手争いも、そして6番手争いも今3コーナーへ飛び込んでくる。酒井を捉えていくのは10.7番の MZ エナジーの藤原和樹です。6番手争い、酒井は再びオーバーテイクを許してしまいます。塩田総一郎が酒井を捉えていきまして、一つポジションを上げます。塩田総一郎がポジションを上げて7番手に浮上。さあ、トップが戻ってまいります。10周終了、11周目に変わります。残り周回は4周です。残り周回4周、そしてトップ2がそれぞれ自己ベストをマーク。中井春人よりも松井鶴の方がタイムは約45秒9で周回をしております。松井空、チャンスはどこと判断してくるのでしょうか。女子ドライバーが奮闘しております。春の喉で力を磨いています松井空。それに対し水波でも強さを見せている中井春人、チーム山木。そんな中井春人が行くのでしょうか。現在トップはチーム山木の中井春人、2番手松井空、3番手争いはこの後どうなるか。遠藤新が少し抜け出し始めました。遠藤新45秒7、その後ろの方がタイムの方がいいんですが、箕浦良樹、中井優斗はバトルを繰り広げていくのでしょうか。現在3台でのバトル3番手争いです。遠藤、箕浦、中井優斗というこの3台が今5コーナーから6コーナー、7、そして8へと向かってまいります。遠藤新がその表彰台を取るのは取れば初ということになりますし、箕浦良樹はさまざまなレースに出ておりますから表彰台を数々取っていると思いますが、箕浦良樹は4番手の位置から3番手表彰台の一角を手にすることができるんでしょうか。中井優斗は現在5番手の位置、最後部からスタートしていきます。さあ動き始めそうなのが箕浦良樹なんですが、遠藤新の前に出るところまでは行きませんが、タイトに立ち上がってくる。そして3コーナーでユーフラッグ、3コーナーでユーフラッグが振られています。1ステージストップしている状況、電動を合わせておりますし、フルヘルメットですから、藤原和樹でしょうか。スクリーンをまだ通っておりません。ドライバーはマシンを降りました。そしてこれがファイナルルップになります。マイクロマックスクラス決勝。トップは中井、2番手松井空という状況でファイナルルップと入りました。2コーナーから3コーナーへと向かっていく。トップはキープしているチームを待つ中井春人。中井春人が勝利を収めることができるかどうか。中井春人は勝つことができるかどうか。現在トップです。2番手は松井空。タイムはいいんですが、互角のタイムを周回していますのが中井春人です。最終コーナーからへと向かっていきます。トップ2の戦い。松井空は最後の一発もないまま今チェッカーでトラックへと向かってまいります。見事勝利はゼッケン17番チームエナジー中井春人、2番手には33番秋田カートクラス松井空、3番手争いはトリプル A モータースポーツの遠藤新が初の表彰台を獲得しました。4番手にはチームエナジー中井優斗、最後部から